にちは。今回はロックは淑女のたしなみでして第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。駆け狂いましょう。バンドやろうぜ。ふざけるな、声だけ白真。怒りがすごいね。バンドリなら普通にやってるやん。前も思ったけどセッション中にもセリフうるさいな。ズンチャズンズンチャズンチャズンズンチャ。そんなポケモンいた気がする。震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート。おお、刻むぞ血液のビート。でもロックの基本は社会批判でしょ。金持ちではツインペダルを左右通バスでやる人いないのかな。やっぱ引くんかい。やるんかい。行動が矛盾しとる。やるんかい。煽り耐性ゼロでした。ちょろい。2連しかない。髪どうなってんの。引いとるやないかい。 A パートは我慢して B パートでロックして発散するのがこのアニメの流れか。さすがには連続セッションはやらんか。お嬢様、クラシックという偏見。俺みたいな弱者男性もクラシック聴きに行くのになんかデータでもあるんですか。結局交わるんじゃん。おセッションですわ。指をかけて音楽バトルしよう。当杯はロックすぎるんよ。最終的に車椅子に乗ったままドラムを叩くことになるのか。お迎え運転手、お嬢様遅いな。何やってんだろ。音羽、こいつちょれ。こいつちょっと煽ったらすぐついてくるな。人質もナイフも捨ててかかってきそうなくらい煽り耐性ないな。なんか深夜にはテンションが高すぎるな。キルラキルみたいだな。わかる。テンポ悪いな。仲間集めとかテンプレなんだしすっ飛ばせばいいのに。お前みたいなのに限って飛ばしたらテンポが速すぎて意味不明とか言うんだろ。ベースいるじゃん。ベースは必須だからな。ドラムは打ち込みでなんとかなるし、ギターは他の楽器でもなんとかなるけど、こんなとこにドラムセットだのギターだの置いてるってことは誰か学園の運営側に協力者がおるんよなきっと。黒髪にそっくりな肖像画があったしあれじゃね。だが遺伝子はギターを求めているんだろう。なんでエンディングはロックじゃないんだよ。俺結構好きだわ。淑女駒田渡って今期ドイツ語監修だけじゃなくてイギリス英語監修もしてるの。多彩だな。一応日本語ドイツ語英語のトリリンガルだからな。フェスやっとるやんけ。これ意外と面白い。くそ、いいところで終わった。メンバー増えるのまだか。全員揃うのだいぶ後だな。てかライブとかやるのかな。お父様関連でチケット売り切れてしまう。残りメンバーはいつ。あのツインテって固定じゃなく浮き上がることあるのか。ボーカルいないのにライブできるの。普通にインスト専門のバンドいるぞ。ドラムが歌えばいいんじゃね。 CCD。 軽音一期が2009年4月 TBS 木曜深夜だったんだっけ。くしくも16年後に同じ枠でバンドアニメがヒットするとは。時間帯は全然違うわけだが、いいシーンなのに8ビートのドラムが BGM で、ライブのつなぎで客のテンションを落とさないためにドラムだけがずっと叩いてるみたいになってる。この主人公の独白、逆境と挫折に屈強に立ち向かう姿が実に少年漫画的というか師匠の藤田和弘と後島本和彦にすごい影響を受けた感じがすごい。デビューが少年漫画の人って何連載しても根本に少年漫画魂が消えずに残るよね。作者がそっち系なのだからか少年漫画的な感じ。これ初めて見た時男僕みたいに女装主人公ものなのかと思った。ロックが不良のものだった60、70年代ならともかく今の時代にお嬢様がロックをやっちゃいけないという強迫観念は無理がないか。趣味で KO とやってるお嬢様なんていくらでもいそうだが、主人公の葛藤が成立してない気がするからいまいち乗れないわ。お嬢様のためというより母ちゃんのためなんやで。いいところのお嬢がお見合いの席でご趣味は何をって聞かれてロックを少々って言ったらさすがに相手がビビると思う。本物のお嬢様じゃなくて不動産屋の娘なんだけど主人公。不動産屋は再婚相手で
一応作中では上流扱いなんじゃないの。今井と仲悪いな。あれとは和解できる日は来るのだろうか。オープニングですでに今井がリリサに惹かれているから、どこかでリリサを認めるんじゃない。ある意味ちょろいよな主人公、挑発に超弱くてプライドが超高いベジータか。つまりエンディングは間違えてデビルマンの新作が納入されたのでは。毎週めっちゃ面白くてやばい。エンディング聞いたら早くライブで聞きたくなった。シーンの順番とかだいぶ入れ替えてたけど、最初からそうだったかのように自然につながってたし、心の動きが分かりやすくなってたな。いいアレンジ。何気にネーム道場様キャストに今期他アニメ主演が2人、高柳さんと白洲さんがいるあたり、層の厚さを感じるアニメだ。わざわざイギリス英語監修入ってるのすごいな。お嬢様のその舞台に女と女の開口から始まる物語が、なぜかロックなギャップがやはりたまらない。音羽さんのやべえ女っぷりがさらに浮き彫りになっていく展開も素敵。あとリリサちゃんはもう少し煽り体制を身につけた方が良いと思う。笑い。リリサとのセッションも忘れられず、半ばストーカーと化す音羽にはなったし、何の邪心もなくナチュラルに煽るのも実に面白かったです。好きなことに地位も身分も関係ないという音羽に自らの生き方を否定された気がしたりにさ、次回勝負の行方が楽しみです。面白い。前回が初めてのセッションだったので、次は勧誘会になるのがアニメのお約束。リリサが苦労に苦労を重ねてお嬢様を演じているのに、音羽は何の苦労もなくお嬢様でありつつロックを楽しむ。対照的だからこそ認められないリリサの気持ちがよくわかる。お嬢様になるためにロックを捨てて2つの顔を使い分けるリリサと、素のお嬢様でリリサにつきまとって交わると言葉汚く罵ってくる二重人格っぽい音羽。2人の関係が心地よい。バイオリンの作画がちゃんとしていてビブラートもかけていて、音楽に本気のアニメ。相変わらず総じて質高く原作のイメージ通り、ユリを期待して見ていると、ユリを期待していたことを忘れて、いつの間にか野蛮ラボザロを見ていたことに気づく勢いがある作品。早くお姉様に懐く妹ちゃんみたい。レッチリとかリンキンとか飛び交ってて面白い。マリ見て、パス女子ロックバンドものかな。お嬢様がどうしてロックをやるのかと、マイノリティなメンバーを見つけていくところを丹念に描いていったら楽しそうだ。ロック魂はちょっと感じてる。オープニングのレッチリリスペクトを本編で回収。もっと勢い任せの展開になるかと思われたのですが、お嬢様らしく優雅なお話の流れですわね。おほほのほ。ガンガン交わって中指上等よろしく展開が見たかった。本当に良すぎる。立場なんて関係ねえよ。鳴らしたい音があるから音楽を、ロックを奏でる。少なくともそれをやってはいけない理由なんて一つもないぜ。エンディングがガチで良すぎる。子供の頃からしつけられてないのに、本物のお嬢様たちから羨望の眼差しを向けられるほど淑女を演じられているのなら相当なポテンシャルよね。リリサ母は娘の表変ぶりが心配ならんかね。なんかお金持ちの5歳に慣れて舞い上がって娘のこと見てなさそう。オープニング最高、エンディングも、本編もそうだけどキレがある作品だ。音羽とリリサのコミカルでリズミカル追いかけっこの楽しさよ。背景美術も素晴らしい。キャラクターの強烈な魅力をスタッフが全力で支えてる。毎週の楽しみが増えた。アリスはバイオリンが弾けるのに対してリリサは弾けなかったりと、リリサは頑張っているが本当の淑女のアリスとの間には差があったように見える。淑女になるためにロックを捨てたリリサと、淑女関係なくロックを楽しむ音羽の見せ方が良かった。ゆかりも裏がありそう。普通に考えたら窮屈極まりない暮らしのお嬢様と劇場のボンデタルロックなんて相性が悪いはずがない。一番遠いところにあるからこそ強烈な引力でもって引き合うものだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。
ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。